今回の動画では新たに実装されるオペレーター。燕国では数百年前にすでに期待賞という官職は廃されている。それをまさかお前が私に文書整理を頼みたいだけだと？いや、分身ができないとは何を指すのか理解しかねる。特殊オペレーター1の紹介及び解説を行っていきます。お前がドクターか。聞き及んでいる。兄弟たちの多数とすでに面識があるのならば、改めて多くを語る必要はあるまい。私のことはワンと呼べ。かつては一介の帽子に過ぎなかった。それより前の面識など語るに足らぬ給仕としよう。ワンは巨獣であるサイの体内に眠る12の意識の一つであり、チョンユエに続き2番目に我は誰かの問いに答えを見出した人物、つまりサイの代理人の中では序列2位、次男にあたります。彼は戦争の中から規則や秩序を見出し、数百年前にはチョンユエやリーンと共に数々の脅威から燕国を守っていました。その後、囲碁を学んだことによって物事の規則を把握すれば、あらゆる物事の答え、つまり事象の結末を導き出せるということを悟りました。その後、彼は現在の時間からおよそ500年ほど前となる593年に、ジエが持つ諸島には歴史を削除し、改変する力があるということを聞かされ、ジエの願いである除災を聞き入れ、サイの討伐に動き出します。そして759年にワンは巨獣10の討伐戦争に燕国側で参加。しかし将来的に10はサイに対抗する際の不確定な攻めの一手となる可能性を見出して逃がすことに。そして962年にワンは神竜から無理やりな形で20年以内のサイの排除を命じられ、982年にサイの討伐を決行。自身がサイの本体にとって変わろうとしたものの失敗し、ジエはワンを守るために命を落とすこととなってしまいます。この様子をただ傍観していた燕国に対してワンは激怒、復讐を企てるものの、チョンゆえに阻止されてしまい、幽閉されることとなってしまいます。つまり、これまではワンがサイを目覚めさせた結果、ジエが巻き添えを受けてしまい消滅。ワンが暴挙に及んだような表記でしたが、実際は丹念に準備を進めていたワンを神竜がせかした結果、うまくいかず多大な被害が発生してしまったということになります。いわば、今のワンは全神竜の汚名を着せられ、尻拭いもさせられている状況と言っていいでしょう。そして彼はシュートの会話の中でジエの存在が記憶そのものから消滅しかけていることを知り、サイの代理人たちがサイに回帰することなく記憶から消えないようにするための会を幽閉されている状況で求めていくように。以降、ワンは G2 自身がサイの本体にとって変わる計画を明かし、シュウが太閤から解放されることを条件に、自身の精神を分裂させて作成した181個の黒の碁石を燕国の各地に散らばせることや、チョンユエの本体が封印された宝剣の入手といった、再びサイと相まみえるための準備を着々と進めていきました。主に昇進種以降から見えてきたワンの一連の行動は、全てサイと対峙のための準備だったと言えるでしょう。今回のストーリーである次サイコウはその名前の通り、ワンがサイと対峙し決別するストーリーであり、2020年7月のエンシェントフォージから続いた6年ものサイの物語に決着をつける物語です。今回の一件以降、ニェンをはじめとしたサイの代理人たちのロドスの滞在時間は増加。一方でチョンユエだけは頻繁に外出するようになりました。ワンはどうやらすぐにロドスを訪れたわけではないようで、おそらくはチョンユエはワンをずっと探していたのでしょう。そんななんてことはないある日の午後、ワンはロドスの訪問者受付に姿を現し、責任者と話がしたいので取り次いでもらえるかと相談。その姿は噂に聞くような陰険で危険な人物とは対照的で、担当者は寡黙で穏やか、礼儀正しい人物だと感じたとのこと。ワンはその後、しばらくはロドスにとどまり、館内を自由に行き来していましたが、自身がロドスを訪れているということは、兄弟姉妹に伝えていないようでした。現在のロドスは非常に広大なプラットフォームとなっているので、待ち合わせでもしない限りはそうそう知り合いとばったりと出くわすということはないのですが、なぜかワンはロドスの廊下に存在していた C の絵の中に入ってしまったのです。そして1時間後に再び姿を現したワンはうつむいていた一方で、ニェンは勝ち誇った顔を、C は目を真っ赤にし、シュウは憂いを帯びた雰囲気、ユウは涙で袖を濡らしていたとのこと。それ以降、ワンは兄弟姉妹と顔を合わすことを避けることはしなくなった様子。
なお、ワンに対しては超然たる態度なことが多いリーンですら叱責しており、ワンが身を隠したいことは理解するけども、チョンユエが必死に探しているのだから手紙の一つくらい書けと怒っていたのだとか。幸いその様子を目にしたチョンユエが間に入ったことで、リーンは諦めがついたのか納得したのか大事にはならなかったようです。今回の一件でワンはサイという大きな問題を解決するに至りました。しかし、シュウ曰く彼が気にかけるべきことは増えてしまったようにも見え、また少し痩せてしまっているようです。ワンは偉い来となる2年ぶりの星6罠なしタイプの特殊オペレーターで、非常に高い火力とあらゆる状況に対応することができる強力な制圧能力を持った罠を配置するといった操作が必要という点を除けば、大半の状況を短期で解決することができる非常に強力なオペレーターとなっています。潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、素質1強化、攻撃力プラス27、素質2強化、コストマイナス1となっており、すべての素質がワンにとって無駄にはなりづらい内容。潜在強化によって大きく運用方法が変わるといったことはないので、無凸でも非常に強力なオペレーターであることに変わりはありませんが、可能であれば潜在5を狙ってみるのもいいでしょう。素質1は罠師としてはスタンダードな素質である罠を扱えるようになる効果。ワンの場合はさらに罠である碁石は他の碁石同士で隣り合うことで連結し、隣り合った碁石は活性状態となり、さらに手動で碁石を配置した時は隣接マスに碁石を1つ追加するという効果を有します。素質にはその活性状態となった碁石は直線上にある碁石1個につきダメージが上昇、術耐性を無視するという効果。ワンの罠は手動で配置したときは自身が配置した罠とは別に周囲4マスのどこかに罠を追加で1つ設置。この際に設置される罠は所持している罠を消費することはないため、実質的には罠1つで2つの罠を設置することができます。罠が追加設置される場所には優先順位があり、上下左右4マスの上、右、下、左の順。ただ、そのマスのどこかに敵がいるのであれば、敵がいるマスに優先的に配置されます。配置された罠は上下左右4マスのどこかに別の罠があるのであれば活性化。つまり配置した時点で2つの罠が隣接状態となるので活性化状態にならないということはほぼありません。手動配置の罠は配置可能なマスにしか設置できませんが、追加配置される罠は敵がいるマスだろうと配置不可のマスであろうと、そのマスがマスとして認識されているのであれば問答無用で配置されるので、罠が活性化しないということはほぼないと言っていいでしょう。このような配置場所を問わないという仕様なのは、追加設置される罠は判定としては罠ではないためであり、システム上では罠ではなくワンが放った弾道として判定されています。なので追加設置された罠の上には罠は消滅してしまいますが、オペレーターの配置が可能。ワンを採用しているときは罠が大量展開されることになりますが、配置の邪魔にはなりづらいという仕様です。当然ながらこの仕様にもメリットとデメリットが存在します。1つ目は先ほども紹介した通り、オペレーターの配置の制限を受けないこと。2つ目は追加配置された罠は事実上のワンが放った弾丸ということになるので、U のスキル3や統合戦略の距離に関する秘宝なども効果対象となります。一方でワン自身が放った弾丸ということは攻撃元はワンということにもなるので、反射持ちの敵が追加配置された罠からダメージを受けると、ワン自身に反射ダメージが向かうことになり自滅してしまう可能性もあります。また弾丸である以上、生息演算などでは視界を確保することもできません。蓄音機なども追加設置した罠では起動できないので、火力面では優秀な素質ではある一方でギミック解決力にはやや難があると言えるでしょう。罠は先ほども紹介した通り、罠同士が隣接すると活性化します。活性化した罠同士は連結し、直線上に存在する他の罠一つにつき、その直線上に存在する全ての罠は与えるダメージが上昇し、敵の術耐性を一定数無視するようになります。この効果の重複回数は最大3回なので、3個の罠が並ぶことで効果は最大化。与えるダメージは 30% 上昇、術耐性は27無視するようになります。この上昇効果は一度発動すれば罠の連結数が減少しても維持されるので、罠のどれかが起爆したからといって他の罠のダメージなどが減少することはありません。ワン自身の攻撃は物理ダメージですが、罠によるダメージは術ダメージなので、素質1による追加設置も相まって非常に強力な素質となっています。なお X モジュールを装備すればこの上昇効果は強化され、ダメージ上昇は 39%、術耐性無視に至っては36という明らかに過剰な数値となるので、ほとんどの敵に対して大ダメージを与えることができる素質へと昇華することになります。
また特に記載はされていませんが、罠は対空攻撃が可能な上に空中の敵も感知対象。口述するスキル2やスキル3は攻撃範囲が広いため、空中の敵すらも容易にこの罠で殲滅可能です。スキル1は罠発動時、対象に 6.5 秒の足止めを付与。足止めが継続している間は、さらに攻撃力の一定割合の術ダメージを毎秒与え、スキル発動時、罠を2つ獲得するという効果。スキル1は罠師のスタンダードなスキルと言える性能で、罠を踏んだ敵のみに術の継続ダメージと足止め効果を付与するというもの。ロビンやウルフェナイトのスキルのようなスタンやバインドといった完全な移動停止効果ではないので、相手をその場に縛り付けることができない代わりに持続時間が 6.5 秒とかなり長め。また足止め時間中は術ダメージを毎秒受けることになるので、総ダメージも7500から8000程度と他の罠師のスキル1と比べてもかなり高い数値で、素質による術耐性無視の効果も相まって波の敵であれば罠1個で撃破できます。なお足止めの時間は 6.5 秒となっていますが、ダメージの発生は7回となっているほか、足止めは重ね掛けが可能なので、移動速度が速い敵にはより高い足止め効果を発揮することも可能です。さらにスキル発動のたびに入手できる罠の数も2個と他の罠師と比べて多く、素質による追加設置も考えれば最大4個と圧倒的な配置数。罠を大量展開できるというのもこのスキルの特徴と言えるでしょう。全体的に見てこのスキル独自の特徴というものはありませんが、罠師として必要となるものを高水準で満たしている性能であると言えます。ただこのスキル自体は先述したようにあくまでも罠師としてはスタンダードなスキル。特に足止め性能はかなり高くはあるものの、1のスキルの中では控えめな性能です。つまり1を使用するときに採用することはほとんどないというのが実情。そのためスキルレベルに関しては特化をする必要はなし、特段の理由などがなければ7で据え置いてしまっていいでしょう。スキル2は罠発動時、範囲内にいる敵全員に攻撃力の一定割合の術ダメージを与え、6秒間移動速度低下効果を付与。スキル発動時、罠を2つ獲得するという効果。十字方向の攻撃範囲や減速効果からカタログスペック上はドロシーのスキル3にかなり似たような性能ですが、実際の性能はスキルテキストの表記だけでは確認できない仕様が多いというのがこのスキルの特徴。一つ目は罠の攻撃範囲。罠の攻撃範囲は最初から十字方向に伸びているというわけではなく、配置した罠の位置と追加設置された罠及びすでに設置されている罠に依存したものとなります。例えば画像のように水色のマスに手動設置した罠が黄色のマスに素質によって罠が設置された場合、赤く塗ったマスだけが罠のダメージ範囲となり、十字方向の範囲を持つことはありません。これは追加設置の罠が横に配置された場合も同じで、連結されている罠の方向に範囲が伸びるという形です。なお追加設置の罠がどこに配置されてもダメージ範囲の延長先は基準となる罠の3マス先まで。つまり罠をひたすら連結しても一つの罠の範囲が伸び続けるということはありません。一斉起爆はしないということです。十字方向に範囲を伸ばしたい場合は追加設置された罠とは別の方向に罠を設置する必要があります。なので黄緑のマスに罠を設置してあげることで、水色のマスに置いた罠はこのように縦方向にも連結し十字方向の範囲を獲得するという形です。一方の黄緑色のマスに置いた罠は横に連結対象がないので縦方向にしか範囲はありません。なので黄緑色のマスの左右のどちらか、今回は青色のマスに罠を設置することで、黄緑色のマスに設置した罠にも左右方向に範囲を伸ばすことができます。このように罠を連結して互いのカバーしきれない場所に罠を敷き詰めることで罠の死角をなくすことができるというのがこのスキルの最大の特徴。映像のようにスキル2の罠だけでステージ全域をカバーするといったことも可能です。なお一度連結させて活性化させた後は連結対象の罠が消滅しても範囲が縮小することはありません。そのため罠を配置すればするほどカバーできる範囲はどんどんと拡大していきます。まさにステージを盤面に見立てて自身の陣地をどんどんと拡大させていくことで進化を発揮するスキルと言えるでしょう。そして移動速度減少効果も特殊な部類。一般的に移動速度の減少効果は乗算形式なので、乗算形式である以上は限りなく 100% に近い数値にはなっても 100% になることは絶対にないのですが、スキル2の移動速度減少効果は乗算ではなく加算形式。つまりマイナス 50% が適用されている状況で追加の罠が発動するとさらにマイナス 50%、100% の移動速度減少効果が適用されることになり、敵の移動速度は最低値である毎秒 0.05 マスまで低下することになります。
そのため移動速度のバフが付与されていない敵はほとんど動けないという状況が発生することに。ただ加算形式は今ある数値にどんどんと追加していくという形なので、移動速度のバフを受けた敵に対しては定山ほどの減速効果は見込めません。なので定山と加算どちらがいいかは一長一短。通常ステージであれば加算の方が強力ですが、高難易度になればなるほど加算は苦しい傾向にあるでしょう。スキルには罠を連結することによって発生する攻撃範囲の広さと罠1回のダメージ、そして移動速度低下効果が売りのスキル。またスキルにもスキル1と同じくスキル発動するたびに獲得できる罠の数は2つなので、1の単独で広範囲をカバーできる点も長所と言えるでしょう。罠の感知範囲があくまでも罠が設置されているマスだけというやや扱いづらい部分はありますが、逆に言えば誤爆による罠の無駄遣いが発生しづらくはあるので、罠の敷き詰めによる陣地形成が非常にしやすくもあります。総じて対単体用のスキル1、範囲殲滅用のスキル2といった傾向を持つので、複数の敵を継続的に殲滅するような運用をしたいのであれば採用するといいでしょう。スキルレベルに関しては基本は7で据え置き、口述するスキル3と使い分けするつもりなのであれば特化3まで強化することをお勧めします。スキル3はセット時、罠の発動範囲と攻撃範囲が拡大、罠発動時の術ダメージが増加。スキル発動時、1は攻撃を停止、攻撃範囲が拡大、罠を8個獲得。所持上限を超えた罠は攻撃範囲内の敵がいるマスに自動で配置。スキル発動中、攻撃範囲内は敵がいるマスにも罠の配置が可能となり、素質1によって発生する罠の追加配置の際、弾薬を消費して最大で3個増加。弾薬を全て消費するか、手動でスキルを停止させるとスキル終了。残った弾薬を全て罠に変換するという効果。1の決戦スキルとなるスキルで、スキル発動後は罠を一気に8個獲得し、所持上限を超える罠は自動で配置。この時に自動配置される罠には追加設置は発動せず、手動設置した時のみ素質1の追加設置効果が発動。追加設置効果に呼応して、罠の配置が可能な上下左右4マスに罠を最大で3個、弾薬を消費して追加設置します。つまり手動設置1個、素質1の効果の追加設置1個、スキルの追加設置3個の合計5つの罠が1回の罠設置で発動する形です。そのためスキル効果自体は極めてシンプルな罠の追加設置スキルなのですが、やっていることは単発3000を超える術耐性を約30無視する爆弾を敵がそのマスにいようがいまいが問答無用に配置し、上下左右にマスずつのひし形の範囲内にいる敵全てにダメージを与えるという絨毯爆撃。単発ダメージ自体は3300程度とスキル2よりかは劣るものになりますが、3300を最大で5個設置するため総ダメージは16500を超える上に、活性による術耐性無視も最大化した状態で配置されるので、敵の術耐性による減衰をほとんど受けないか大きく削った状態で使用でき、ボスクラスに対しても十分にダメージを与えることが可能。ウィシャデルのスキル3の主目標に対する単発ダメージが17000ということを鑑みれば、それに匹敵またはそれ以上の火力を有しているスキルであると言えます。まさに新たな時代を作る火力スキルと言えるでしょう。一方でウィシャデルのようにただ配置してスキルを発動すれば常に最大火力を発揮してくれるというわけではなく、スキルにはいくつかの制約が存在し、それにのっとった運用をしなければ火力は出ません。一つ目は攻撃範囲外に罠を設置してもスキルによる追加設置は発生しないということ。発動範囲及びダメージ範囲とダメージ自体はスキル発動中のものが適用されますが、3つの追加設置が発生しないので3連結による活性化を受けづらく、また敵がいるマスにも罠を設置することはできません。2つ目はスキル未発動時と発動時のメリハリが非常にはっきりとしている上、弾薬数の管理が必要という点。1のスキル3は他のスキルとは異なり、継続的に罠を補充するのではなく、スキル発動時に8個補充、スキル終了時に残り弾薬を罠に変換して補充する形。つまり一気に罠を補充する形式なので、通常時にむやみやたらに配置をしていると罠切れを起こしやすい傾向にあります。またスキル終了と同時に補充される罠は残り弾薬数に比例しますが、スキル3で獲得できる弾薬数は20発に対して消費される最大弾薬数は21発なので、常に弾薬を最大消費するように罠を設置していると弾薬切れを起こし、スキル終了時の弾薬から罠への変換が行われず、次のスキル発動時まで手持ちの罠が0個という状況が発生します。なのでスキル3はフルに使用するのではなく、どこかのタイミングで切り上げるか、あえて罠の追加設置が発生しないようなマスに配置していくというのも重要となります。スキル発動中は1自身は攻撃しないという点にも留意すべきでしょう。
特にスキル発動直後の罠設置は一定数はランダムとなってしまう関係上、活性化していない罠が存在し、活性化していない罠は発動せず、ワン自身も攻撃しないので敵が素通りしてしまうということも、他にオペレーターがいれば問題にはなりませんが、ワン短期でのクリアを目的としているのであれば気にかけておくといいでしょう。とはいえ、スキル3の性能が圧倒的なものということに変わりはなく、現環境においては間違いなく短期性能としては最高峰、広範囲の攻撃範囲を持って遠方の敵に対して一方的に効果力を押し付けることができるので、ワンに被害が及ぶ前にワンだけで敵を殲滅しきることができます。罠師であるがゆえに操作が忙しいという点を除けば間違いなく最強クラスのスキルであると言えるでしょう。スキルレベルに関しては文句なしの特化3を強く推奨。高速周回から高難易度ステージの攻略まで多くの場面で活躍してくれるはずです。ワンの基地スキルは制御中枢に関するものと訓練室に関するものの2つ。制御中枢スキルは貿易所と発電所の合計値が製造所よりも多いのであれば貿易所の受注効率プラス 7%、逆に製造所の方が多いのであれば製造所の製造効率をプラス 2% するという効果。つまり2、4、3型なら貿易所の受注効率が1、5、3型なら製造所の製造効率が上昇します。一方でワン自身には再関連の基地スキル効果はないので、サイで組み合わせるのであれば C、リーン、チョンユエと合わせたいところ。チョンユエの基地スキルで属性の U を発生させて紐付ける形となります。訓練室スキルは特化3の訓練を協力者として行うのであれば訓練速度をプラス 70% するという効果。特定の職業の訓練に特化したオペレーターの訓練速度にはかないませんが、ワンは職業を一切指定せずにランク3特化には訓練速度プラス 70% を提供するので汎用性が高め、手持ちにより効率の良いオペレーターがいなかったり育成していない場合に積極的に採用するといいでしょう。ワンはエライライとなるおよそ2年ぶりに実装された罠師タイプの特殊オペレーターで、罠師を2026年基準の性能に適合させた性能どころか一気に盤面を一人でひっくり返す性能にまで強化されたオペレーター。罠師という非常に忙しい職分がトップクラスの性能を持つというのは、昨今のトレンドである奥武攻略に真っ向から果たし状を叩きつけたと言ってもいいでしょう。特にスキル3は操作が忙しいのであれば何をやっても良いを体現したような性能で、逆に言えば忙しい操作さえすれば大半のステージを短期でクリアできるほどの力を秘めています。総じて火力面で解決できる場所はワンがいれば解決できると言える状況であり、短期性能という面で見ればリーンの再来とも言えるでしょう。ワンのスキル特化に関してはスキル3の特化が特におすすめというより、基本的にはスキル3の特化のみでよく、時点だとスキル2が特化対象にはなりますが、あくまでも手が空いている時でいいでしょう。大半の場面はスキル3を使用していれば解決できるはずです。同時期に実装される X モジュールは罠の配置コストの減少と罠活性化時のダメージと術耐性無視を上昇させる効果を有します。罠の配置コストは3から2に減少、数値としてはわずか1ですが、ワンは罠を大量展開するのでバカにできません。このモジュールの最大の長所はやはり術耐性無視効果の強化でしょう。モジュールなしでは術耐性無視の効果は最大で27だったのに対してステージ3の X モジュールを装備した場合は36まで上昇するため、諸々の強化を含めると術耐性が60の敵に対してであれば 30%、80であれば 40% 程度のダメージ上昇が見込めます。また Y モジュールに関しては確率で2倍のダメージを与える罠設置と不安定要素が強い上、現状の1の火力は十分すぎるほどなので、利便性と火力をバランスよく上げる X モジュールを装備してしまって問題ないでしょう。モジュールのステージに関しては3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。以上で1の紹介と解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。ありとあらゆる結末を試算してみた。だが濁水が再び済む結末は一つも得られなかった。それでも私には彼女がそこに、寄付の一手に司書の1ページにいると分かっている。そう信じるだけで十分なのだ。私の決意を問うまでもないだろう。お前にも心に留める者がいるはずだ。